親は自分の成長に満足してると思満足してないと思う。もっといい大学行ってほしかったっていつも言われるからいい大学していい就職先に行ってほしかったって言ってるからね。学校とか勉強面は知らない。確かにもっとなんか頭良ければなみたいなね思ってるかもしれないし。それはあるかもしれない。う。いやでも普通考えて子供にそういうこと思う。健康で元気な子。元気でいてくれればそれでいいって思うっしょ。じゃあ満足してみて。いややっぱこう結婚とか言われるんですけどもね、あとこう安定を向こうは求めているんですけども、自分は安定していないので、満足していないな。やっぱ会社辞めたんで会社にはいてほしかったとは思ってたと思うんですけど、こう自分がこうそういう子としてこう個人としていろいろやっていくとかアーティストになっていくとか今はこう前向きなんで、まあやってみなさいよぐらいな感じで言ってくれてるんで満足してくれてると思います。今は満足してるんじゃないですかね。多分その音楽やってることとか本当は最初は嫌だったと思うんですけど、今は諦めたかなあと子供もできて一段落って感じですね。親はあなたを応援してくれている。はい。はい。せーの。はい。はい。はい。こういう仕事やってますから。何やかんや心配してますから。はい。信じてます。はい。はい。してくれてると思う。完全にはい。どう考えても応援してくれてるんで頑張りますって。はい。はいでいいよね。愛されてるうちら。本当だね。はい。うん。応援してくれている。してくれてなかったら今ここにいないと思う。うちの親は僕がやってることって全く理解できないですよね。でも理解できてないけどさせてくれてて、なんか失敗したら帰っておいでよっていう環境を作ってくれてるので、すごく幸せ者だなって思ってますね。いいね。どちらかというとはいじゃないかなと思いつつ、でも応援していいけどそれはちょっとそっとしておいてというか、もうなんか見守る感じで応援してってというか、もういやむしろもう見守られすらされたくないんですけど、親との関係はいい感じ仲いいと思う。いい感じでいいんじゃないですかね。いい感じ。結構最近はいい感じですね。子供が生まれたり結婚したりっていうのがあってですね。お母さんとは仲いいけどお父さんとはみたいな。親が一回自己破産で離婚して、でその後母子家庭で育ってるんですけど、だからといってなんかその両親と仲悪かったりとか、かといってなんか積極的になんかこうなんだろうなやり取りしてるとかもないんですけど、いい意味で親のことをそんなに考えないっていう意味で、自立できてると思うので、いい感じなのかなっていう。緊張関係っていう言葉すごい合うなですね。もう鹿児島に生まれて早く家を出たいってもうちっちゃい頃から思っていて、だからもう大学進学のタイミングで福岡に行くって決めたんですけど、今もほとんど家にはもうちょっと、帰りたくないぐらいの気持ちにはなっています。なんつうのこうライフイズリレーションシップだと思ってて、つまりライフの中にリレーションシップ人間関係があるんじゃなくて、ライフとリレーションシップはイコールだと思ってるんだよね。で親との関係っていうのはそのリレーションシップ人間関係の一番のオリジンだと思ってて、そういう意味でここはね超重要かなっていう感じがしますね。自分の結婚や恋愛について親に話す。いいえ。はい。やっぱ話せない。基本話さないね。なんかテレビとか見ててもなんだろうお見合い番組とかでも、なんか私がなんか出ればとか、なんかそういうからかいとかをちょっと言ってくるタイプの親だから、なんかあんま言いたくない。はい。話しますね。あんまり聞かれないと話さないかもしれないですけど。いいえ。もう本当に多分
ギリギリまで話さない。もうバレたら仕方ないかなぐらい。お母さんには話すけどお父さんには話さないな。なんか面倒くさそうだから話さない。これはいいえですね。親とあんま基本的にそういうなんか付き合ってるみたいな話をしたことは一度もないです。あんまりなんかそういう親があんまり自分の中でまともな恋愛まともな結婚をしてるって印象がないんで、あんま参考にならないかなみたいな。代わりなんかおばあちゃんとかによく話してますね。そんなに話したくないんですけど、うちの親は割とガツガツ聞いてくるので、話さざるを得ないっていうところですかね。今まで話してなかったんですけど、つい最近の彼氏のことは話してました。いつ別れるかわからない人とかそういうのとかに関しては喋ってなかったりしたし、うちはそんなに恋愛とかあんまり結婚とかって話しないんですけど、なんか今回の人はすごくいい人というか誠実な人だったんで、ちょっと言いたくなったって感じですね。実際もう別れちゃったんですけど。親とフェイスブックでつながってる？いいえ。はい。私フェイスブックやってないし親もやってない。私はやってるけど親はやってない。親やってるし私もやってるでつながってる。せーの、いいえ。はい。やってないですか？いいえで。親はフェイスブックやってないですね。LINE もやってないですね。メールのみみたいな。はい。いいえ。うちの親めっちゃコメントきます。つながってるね。はい。はいですね。だからたまに何回か友達外したりミュートにしてたことがあるんです。今なんか緩やかにつながっていますね。勝手になんか見られたりしてます。つながっていないし、つながりそうになったので拒絶をしました。アカウントを変えました。ちょっと本当に今の生活に関わんないでって思ってるので、何でもやってこう SNS 上でもこうつながろうとしてくるんですかね。びっくりしちゃって。母さんはつながってる。母さんは友達です。家で親が旅行中にホームパーティーを開いた時は、この前の年末に親だけに非公開っていうのを選んで終わってからバレて怒られたんですけど。親はあなたの好きな人生を歩ませてくれていますか？はい。はい。そんな押し付けられた記憶がないんで。はい。あなたの人生なんだからって言われる。私こうした方がいいとか言ってそのまま私はその通りにしたけど、結果的に好きな人生を歩ませてくれてるかな。それに関してははいですかね。全くなんかこうなってほしいみたいなイメージがなく、そこが逆に苦しかった時期もありみたいな感じですけど、一番親に感謝してるのがやっぱり放置してくれたことで、あんまりなんか例えばこの大学行けとかこういう仕事つきなさいとかしつこく言われなかった。その代わりあんま援助してもらうこともなかったんですけど、なんか邪魔されることもなかったので、これははいですね。勝手に歩んでる感がだいぶあるんですけど、どちらかっていうとはいですかね。そんななんか絶対ダメみたいなこともないので。歩ませてくれているのははいだけど、期待というか自分たちのそれぞれ望む私みたいなものは持っているし、それを私が感じちゃってるから、でそれがあるから私は自分の感情っていうものを自分だけの気持ちが抜き出せないでいるって感じで、どうしても親の気持ちが混ざっちゃってる。親が子供の代わりに結婚相手を探す代理婚活どう思う？代理婚活、そんなものがあるんですか？嘘。面白いな。結婚相手を自分で探すべきでしょ。なんで親に決められなきゃいけないの？絶対嫌だって言いますね。これちょっと最近考えるんですよね。見合いいいんじゃないかって。これちょっと一回テレビで見たことあるんですけど、異常だなって思いました。親同士が話し合って、うちの子どうなんですこうなんですって話したって何もわからないと思うので、結婚相手を親に選んでほしくないと思います。自分で探すべきだと思います。
最後は自分が選ぶなら別にいいと。本気でこう少子化問題とか未婚率を解消しようと思ったらもっといろんな手段考えるべきじゃないかなとか思ったりはするんですけどね。本当に、結婚望んでない人はまだしも結構僕の周りでは結婚をしたいけどみたいなとこあると思うんで、もっとなんか自分が思いがけない選択肢とか増えてもいいかな。マッチングアプリとか僕はすごい肯定的なんですけどね。最後は自分が選ぶなら別にいいと思う。はあ。僕は結婚相手は自分で探すべきと。服と一緒です。ほら、買ってきたわよって言って服着るじゃないですか。それがダサかったら嫌だなっていう。僕自身が代理婚活したいなぐらいのレベルで、なんだろう、自由恋愛による恋愛ってすごく僕自身今難しいなと思ってて、なんか今まで結ばれてないってのもありますけど、すごくそこにお金も時間も投資しないといけなくなってくると、やっぱりこう自分のやるべき使命天命っていうのにこうちゃんと迎えないなと思って、その部分で結構こういうのはありだなと思いますね。代理婚がサービスね、使えるといいね。